はい、YouTube オーノマン TV のオーノマンです。本日の動画はみんな大好き株式投資の報告動画になります。本日は今年2026年の1月から4月までの投資結果をお話ししたいと思います。もし本日の動画が面白いと思った方はいいねとチャンネルの登録をお願いします。まずは本題に入る前に、私は過去5年間の各年の1月のスタート段階の株式投資資金を見て愕然としました。ちなみにその金額を申し上げますと、2021年45万1242円、2022年31万6332円、2023年39万5163円、2024年40万800円、2025年32万1097円となってます。つまり私の株式投資はこの5年間全く成長していないことになります。普通の人ならこれだけやって結果が出なかったらやめてしまうんでしょうけど、私はしつこい性格なので株式投資をやめずに続けています。そして今年2026年1月も40万8131円とこれまでと似たような金額でスタートしました。結論から先に申し上げますと、先月4月30日の私の株式投資資金がいくらになったのかと言いますと、なんと80万4473円となりました。40万円がたった4ヶ月で80万円になったのであります。ちなみに月別での損益金額を申し上げますと、1月は儲け3万4784円、損は0円でトータル3万4784円のプラス。2月は儲け11万8825円、損は0円でトータル11万8825円のプラス。ちなみに2月を終えた段階で私の投資資金は56万円を超えました。この時私はふと思いました。もしかしたら今年中に投資資金が100万円を超えるんじゃないのと。続いて3月は儲け11万682円、損2万4296円でトータル8万6389円のプラス。この3月をプラスで終えられたのは本当大きかった。それはなぜか。皆さん3月に何があったか覚えてますか？そうです。アメリカによるイランへの攻撃です。アメリカは今年1月にもベネズエラへ攻撃しました。その時はわずか数時間で決着がつきましたが、今回がここまで長引くとはトランプ大統領自身も思っていなかったのではないでしょうか。私は当初早期に戦争が終了するだろうと思って見切り発車で株を買ったりしていました。でも一向に戦争が終わる気配もなく、日が変わるたびに情報が一変したりしていました。またそれに合わせて株価も乱高下し、思うように利益を上げられていませんでした。でもそんな中でもプラス8万円で終えられたのは本当に良かった。そして4月になるとそろそろ戦争も終わるんじゃないのと市場が感じたのか、値を上げる株もちらほら増えてきました。4月の成績は儲け24万6000飛んで2円、損は8万9658円でトータル15万6344円のプラスとなりました。一月の儲けで15万円という金額はめったに見られないビッグプライス。この結果4月が終わった段階で私の投資資金は80万円となりました。私は再び本当に今年中に投資資金が100万円になるんじゃないのと思いました。ちなみに4月に取引した銘柄を一つ紹介したいと思います。それは皆さんご存知のソフトバンクです。私はこのソフトバンクで8万4850円を儲けました。一つ注目してほしいのが売買した日付です。私はソフトバンクを4月22日に購入し、それを翌
4月23日に売却しました。そうです。私はたった1日で9万4000円を儲けたのであります。これはね、ハマった。戦略が本当うまくハマりましたね。この時私が取った戦略はこちらの本に書かれています。気になる方はどうぞこちらの本をご覧になってみてください。ちなみに今年私の株式投資がなぜ調子が良いのか、今年に入って毎月設けられてます。お恥ずかしながらこんな経験これまでにはありません。私が思った好調な理由が2つあります。1つ目はこの本に書かれたスイングトレードの手法を実践しているからです。去年この本に出会えたのは本当に良かった本だけに。そして今年好調な理由の2つ目が私の星座であるヤギ座の星の巡りが良くなったことです。最近なぜか私の YouTube のおすすめに星座関連の動画が頻繁に現れるようになって、サムネにヤギ座の運命が変わりますとか書かれていたら気になって見るじゃないですか。そしたらね、いろんな動画で共通して言っていたのが、破壊と再生を司る冥王星が私のヤギ座の領域に長い間滞在していたそうです。それが今年ぐらいにようやく出ていったみたいなんですよ。じゃあ何年間破壊と再生を司る冥王星がヤギ座の領域に居座っていたのかというと、なんと15年間も冥王星が私を苦しめていたのです。15年間といえば私の正社員時代の後半の方ですね。本当正社員のラスト数年間は環境と上司で苦しみました。本当ろくな上司に出会えなかった。苦しかったな。この15年間に私に起きた出来事としては、正社員を退職し、その後職を転々としたこと、あとは両親をがんで亡くしたことです。さらにこの15年間というのは私が株式投資を始めた期間とぴったりはまります。これまで株式投資もうまくいかなかったのも全て冥王星のせいだったのであります。だからね、冥王星が去ったこれからは私の運気は上がっていく一方です。きっとそうだと私は願いたいです。ただ株式投資は順調なのですが、株と関係ないところで私は一つ大事なことを忘れていました。それは何かというと、車をお持ちの方にとって今月5月は恐怖の月です。そうです。自動車税の納付があるからです。不覚にも私はその存在をすっかり忘れていたのでありました。あまねこさんの動画を見てて私はそれに気づきました。ちなみにこちらは私のメインの銀行口座なのですが、4月末の口座残高はなんと358円です。現在無職の私は国からの失業給付で暮らしています。来週には今月分が振り込まれるのですが、全て別の支払いで消えます。私は悩みに悩んだ末、株式投資の資金から自動車税の費用として5万円を引き出すことにしました。本当はこの投資資金は手をつけたくなかったのですが、今回は諦めました。また今月5月に入ってからは2つの銘柄で損切りもしたため、今現在の私の投資資金は70万8154円となってます。なのでこの逆境にもめげずに冥王星も立ち去ったので、私は引き続き今年の投資資金の目標100万円を目指して頑張りたいと思います。本当はね、次の仕事が決まって給与収入から投資へ資金を回すのが理想なんですけども、仕事の方は
なかなか決まる気配がありません。ということで本日の動画は以上です。もしこんな無職だけど株式投資をしている男に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いします。それでは皆さん、バイバイ。